ヤッホーとしきです。今回は経験値爆稼ぎ方法と第4章のおすすめ攻略9選ということで、いやマジで第4章のラストボス強かったな。今回は9選ということでご覧の感じでまとめてきました。結構動画が長くなっているんですが、自分の好きなところからタイムスタンプ飛んでぜひご覧ください。特に隠し変化や激レアの腕装備、読手なんかは結構持ってる方少ないと思いますので参考になると思います。あとはね、超重要な種のゲットとか第4章で詰まってる方のためにラスボスも攻略してきましたので、結構ね喋り出すとキリがないので、もしよかったら最後までご覧ください。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。はい、それでは早速、おそらく本作最高効率の経験値稼ぎのスポットをご紹介していきます。場所はこちら4章万指導の西玉池というところまで進んできてください。ここまでの行き方も後で解説します。必要なものはこの変化だけ、ネズミなんですかね。2つの頭がついているネズミみたいなやつです。こちらは意外とレアな変化になっていて、このゲット方法も後で紹介しますね。まず最初にやってみます。ワープポイントを向いて右に進んでいきます。すぐ近くです。ここにいっぱい垂れ下がってる敵がいるので、この辺りですね。はい、動画のここまで進んだらすぐ変化をして、またすぐ変化を解除してください。はい、そうするとこいつは爆散する攻撃をしてこんな感じで、やばいですね。はい、ビビビビビビッと経験値が入っていますね。お金が2691なので、おそらく経験値もこのくらい入ってると思います。はい、ここまでたどり着いて戻ってきて休息、これ終わるまでが1周28秒だったので、1分5200ぐらいの経験値がゲットできるという仕組みになっています。めちゃくちゃ簡単っすよね。霊竜内炭はゲットできないものの、すごい効率的な場所になってるんで、もしねレベルが足りない方はここに30分ぐらいこもればめちゃくちゃ上がると思いますので、ぜひやってみてください。そしてこれをやるには重要な条件がありまして、ここへの行き方の前に解説しておきます。このネズミをゲットするのは前提として、スキルポイントでこの変化のところのこちら段階が上がるごとに変化状態での攻撃力が微増する、これをマックスまで上げてください。6段階ですね。さらにプレイヤーによって攻撃力が変わるかもしれませんが、このネズミの威力を2段階まで上げてください。そうしないと先ほどのように敵をワンパンすることができないので、ここだけ注意ですね。西玉池までの行き方解説していきます。上層からスタートします。はい、飛んできましたら祠を向いて左前の道を進んでいきましょう。ぐるりと順路を進んでいってください。で、この辺りに先に解説するんですが、小さな繭がそこら中に配置されてますよね。これは壊しながら進むのが基地です。後で解説します。で、降りて右に進んでいきます。で、すぐ左のここの松明のところを下に降ります。はい、降りていきます。で、右に落ちます。まっすぐ順路を進んでいってください。結構ね、このマップ入り組んでいて高低差が激しいので、動画の通りに進んできてください。結構分かりづらいですね。ここに座禅ポイントがあります。はい、ここで到着っすね。それではこのレベル上げに必要な配置って読むんですかね。こちらの入手条件について解説していきます。こいつがね、結構レアな変化になっていて、前回の動画でも、牢獄のところで NPC に4つのキーアイテムを渡して、槍の鍛造武器をゲットしたと思うんですが、この NPC の横になんか死体が出現するんですね。で、それがこいつなんですよ。その死体に刺さっている剣を抜くことで、この変化、僕はね、勝手にゲットできたんですが、割と動画のコメント欄でも、その
の死体がありませんっていう報告があって調べてきました。国内外の情報を集めてコメント欄で募集したところ、このやり方で出現したという報告があったので、これでいけると思います。それでは解説していきます。ちなみにこれフラグが折れてしまう条件がありまして、先に槍の武器をゲットしてしまうとどうやらゲット不可能になるようです。一応皆さん試してみていただいて、もしゲットできたらコメントで報告くれると嬉しいです。スタート場所がこちら第2章の一番最初、左門村の下、こちら不正谷というところに飛んできてください。はい、こんな感じの見た目の場所ですね。2人組のボス、ちっちゃいのと大きいのと戦った場所です。で、先にクエストラインを解説しておきます。ここから右の方向、こちらですね。階段を登っていって NPC と会話をします。その後、このエリアにいる2つの頭を持った魔物を2体倒してください。わかりやすくいるので大丈夫だと思います。その後、ストーリー上でここの2人組のボスを倒してください。ちょっと進んで、サダイロウというボスを倒してください。そしたら前回の動画でもご紹介していた槍の武器、この槍の武器ですね。これをゲットできる NPC の独房まで戻っていってください。そこに死体が現れて剣が出現したら成功です。で、これをやっても死体が出て剣がない場合、それだと変化は入手できないんですが、その後ちょっと進んだ先にボス戦が現れると思いますので、そいつを倒してください。それで完了ですね。それではやっていきます。まずはこちらのエリアに進んでいってください。はい、たどり着きました。ここの小屋実はインタラクトすることができて NPC が中に隠れてるんですね。で、会話がループするまで続けてください。はい、その後こんな感じで、こいつではないんですけど、この頭、こいつの顔ですね。こういう頭が2つついた魔物が近くにいると思います。確かね、ここら辺に1匹いて、で、このまんま戻っていって、あちらの元いた場所に進んでいきますね。はい、この広場ですね。最初に来ると確かこの辺りに2匹目がうろうろしてるので倒してみてください。で、倒しましたら順路を進んでいきます。さっきの場所に戻ってくる感じですね。はい、ここでストーリー上の2人組のボスを倒してください。倒したら先に進みます。はい、こちらの開けた場所まで進んできてください。で、2人組のちっちゃいやつを倒さずに逃してしまった場合も大丈夫です。僕は倒してしまったんですが、倒した場合はここにインタラクトして血肉みたいなキーアイテムゲットしてると思いますので、投げるとボスが登場します。チビの方を逃がした場合でも、ここにね、チビが現れてボス呼んでくれるので大丈夫だと思います。そのボスを倒しましょう。第3章の牢獄のこちら仮想まで飛んできてください。こちらから祠を背にしてまっすぐ NPC のところまで行きましょう。このような感じで死体が出てきていると思いますが、剣が出てこない場合があります。その場合は一度仮想まで戻りましょう。仮想まで戻ってきましたら動画の通りに進んでみてください。ここから行く場所でボス戦が始まると思います。はい、そしたら階段を登っていきます。まあ、順路ですね。はい、階段を登り終えましたら、ここの柵を出て、右折、右に曲がってください。そのまんまずーっと一番奥まで進んでいきましょう。
はい、たどり着きました。この台の上になんか肉が置いてあるところが目印ですね。ここまで近づくとムービーが入ってボス戦が始まると思います。もしここに来てもボス戦が始まらない場合は、槍の武器を先にサブクエストをクリアしてゲットしてしまっているか、もしくはまだ未判明のフラグが折れてしまっている可能性がありますので、そこはご了承ください。まあ大体皆さんこの方法でゲットできると思います。まあこいつをゲットすればね、先ほどの経験値爆稼ぎすることができますんで、ぜひゲットしてみてください。隠しコンパクを2つご紹介したいと思います。まず最初にこちら、優等機というやつで、携帯効果が敵を倒した時に獲得するお金が少し増えるのと、鬼火を召喚してそれに敵を追わせて追尾攻撃するんですね。まあそこまで特段強くはないんですが、一応収集品として取ってみてください。続いてこちら、金狼船というでっかい虫になっていますね。こんな感じの気持ち悪い虫になっているんですが、こいつはね、結構工程がめんどくさくて分かりづらいので、詳しく解説していきたいと思います。結構持ってない方いると思います。まずは優等機の入手からです。第4章の一番最初のワープポイント、主家赤屋と読むんですかね。こちらの屋敷というところに飛んできてください。こんな感じの見た目の場所になっていて、すぐ近くこちらですね。こちらにいるんですが、一番最初に来た時は、ここでボス戦になるんですね。で、そのボスを倒して、ちょっと先に進んだら、このワープポイントに戻ってくると、なぜかこいつが隠れているんですね。普通にここら辺にいるので、倒してゲットですね。これ結構気づかないよな。続いて、金狼船の入手方法を解説していきます。まずこいつなんですが、変化するとこんな感じで、1回、2回、3回、4回かなあ、5回ですね。こんな感じで敵を攻撃しながら、あたりに毒を撒き散らしてくれるんですね。で、僕はレベル3の状態まで強化していて、この毒の出現している時間を伸ばしてくれて、これ測ったらめちゃくちゃ長いんですよ。90秒持続するんすね。で、敵は割とちょっと踏んで、そこにいただけでも毒になってくれるんで、で、それが90秒続くんで、かなり強いと思います。まあ、暴魂のね、お坊さんと比べたらダメージが劣るかもしれませんが、かなり使い勝手のいいコンパクになってるので、ぜひ入手してみてください。まず先に入手方法を解説しておきます。こちら、万志堂の上層に飛んできてください。まあ、上層でなくてもいいんですけど、とりあえず上層がやりやすいですね。そしたら、この近くにある小さな眉、先ほど解説したんですが、小さな眉がそこら中に置いてあるので、壊しまくってください。で、確率でキーアイテムをゲットできますので、それを3つ集めてください。その後、花間橋というところまで進んで、ボスを倒します。そうしましたら、全員 NPC が参加しているエリアに行きます。こちら、如意画軸ですね。これが出ていない場合は、前の僕の動画で解説しているので、ぜひご覧ください。そして、ここで植物を栽培してくれる竜の小さな仙人がいますよね。あいつにボスを倒してゲットできたキーアイテムを渡します。その後、後で解説する手順を進んでいけばゲットですね。はい、まずは上層からスタートしていきます。こちらに進んでいって、まあ、どこでもいいんですけどね、こういう風にめちゃくちゃちっちゃい眉がいっぱい置いてあると思います。これをどこでもいいので、壊してください、全部。はい、こんな感じで。めちゃめちゃな数潰す必要があるんですが、頑張ってください。ここはワープポイントが近くて、休息すればリポップするので、やりやすいと思います。はい、そしたらこのようなキーアイテムがゲットできますので、3つ集めてください。3つ集めましたら、今、上層から花間橋へ進んで、ボスを倒しに行きたいと思います。上層からスタートです。祠を向いて右に進んでいきましょう。はい、左の方に進んでいきます。で、左に進んでいきます。で、ここを降りていきましょう。はい、こちらを降ります。で、右を向いて、どんどん降りていきましょう。はい、降りていきます。
はい、こちらが花間橋というワープポイントですね。そうしましたら、祠を見て、また左前に進んでいきましょう。最初、左折してください。で、橋みたいなところを渡ります。はい、順路なんですが、ここまで来ると、なんかムービーが入ると思います。そのまままっすぐ進んでいきましょう。宝箱がいっぱいあって、ドリンクの種類とかも増えるので、全部取ってみてください。で、ここが目的の場所ですね。ここ左向くと、こちらですね。ここにでっかい虫がいるんですね。そいつを倒しましょう。そうすると、キーアイテムをゲットできます。ゲットできたら、全員 NPC がいるところまで行きましょう。飛んできましたら、こちらに進んでいくと、皆さんいると思います。こちらの NPC に話しかけてください。そうすると、先ほどのボスを倒してゲットできたキーアイテムを渡すことができます。渡したら、ワープポイントで休息を選んでください。一回休むだけで大丈夫です。そうしましたら、こちらの植物が入っている箱の右側ですね。ここに一つ出現していると思います。僕はもう取ってしまったのでないんですが、ここになんとさっき倒したボスの幼虫がいるんですね。で、ここに餌をやるという選択肢が出てきますので、先ほどの小さい眉を倒してゲットした3つの餌を一気に3回あげちゃってください。その後、またワープポイントで休息をしてください。はい。で、休息が終えましたら、また戻ってくると、もうここにコンパクが浮いているので、これでゲットですね。ぜひね、毒強いんで試してみてください。はい、それでは超レアな装備、毒種の入手方法をやってみたいと思います。これはね、おそらくほとんどのプレイヤーが気づいてないんじゃないかなと思います。まず先にステータス解説していきます。防御力が30、会心率が 3% ついていて、固有妙法に会心時敵に毒の異常を蓄積させることができる。つまり会心率が重要になってくる装備です。で、下のセット装備は、こちら第4章をクリアすると作ることができる、この牛の総金庫とか、牛シリーズのうちの一つになっているんですね。で、もう一個こちら、本来は牛のトゲゴテというものが作れるようになって、これが普通の一般的なセットなんですが、こちらのシリーズの腕の部分の上位互換といった形になっています。防御力がちょっと下がってしまうんですが、会心率ついてるのはかなり嬉しいので、固有妙法もつくのでかなりいい感じだと思います。同じく第4章をクリアする頃にはゲットしているであろう中根主戦、そして百眼、こちらも会心率が上がって、個人的には読書を装備する場合は会心率 12% のこちらがいいんじゃないかなと思っています。で、気になるのがこのセット効果ですよね。4セット目、毒食状態の時、攻撃の威力が大きく上昇する。これは自分が毒なのか、敵が毒状態なのかわからないですよね。なので、検証してきました。まずは通常どのくらいのダメージなのか。はい、111ですね。それでは次に、こいつを毒状態にして威力が上がるのか確かめてみたいと思います。この辺りでさっきゲットした虫で、毒の沼を作っておきますね。ここら辺がいいですね。さあ、毒になるかな？なりましたね。早毒になるの。めちゃくちゃ早いですね。さあ、いくつ入るのか。はい、ポン。はい、107。ということで、敵が毒状態の時ではなく、自分が毒状態の時だったようです。4セット目はね、なかなか使う機会がないので、使うとしたら、こちらの固有妙法の会心時に敵に毒の異常を蓄積させることができる。今後進めていって、会心率さえ持ってしまえば、毒のエンチャントができるってことなんで、割とボス戦でも便利になるのかなと思います。今後もこいつの使い方ちょっと探ってみたいと思います。それでは、毒種の入手方法をやっていきます。こちらの西玉池というところに飛んできてください。経験値稼ぎの場所ですね。はい、先ほどの経験値と同じくこちらに進んでいってください。もう皆さんご存知の方多いと思いますが、この奥でボス戦が行われるんですね。はい、めちゃくちゃ近かったですね。ここに最初は眉が垂れていて、そいつを攻撃して7割ぐらい削るとボスが出てくるんですが、このボスから毒種ドロップするんですが、レアドロップなんですね。で、レアドロップの条件というのがありまして、こいつと戦っている最中に背後から攻撃する。これがポイントです。僕も配信中に戦いながら教えてもらって試してみたらゲットできたんですが、挺身術とかね、いろいろ使って敵の動きを止めて、敵の背後への攻撃を中心に行っていたらドロップすることができました。その後進めて判明したんですが、ムービー中に俺の腕を4本切り落としやがってと言っていました。なので、背後から攻撃することで4本切り落とすことができれば、これゲットという条件になっています。こんな
なんわかるかいって感じですよね。僕も教えてもらうまでは全然気づかなかったので、教えてくれた人ありがとう。まあ、使い道はね、結構限られるんですが、レアドロップ品なのでね、やり込み税とか収集品にもなってると思いますんで、ぜひこちらゲットしてみてください。はい、それでは封印のお札のサブクエストを解説していきます。このクエストをクリアすることで、最大 HP を少し伸ばすことができますので、結構嬉しいですよね。クエストラインとしては、この第4章のステージの中で、全部で4つの封印札をゲットする必要があります。ただ4つ目の札をゲットした段階でもうほぼほぼ終わりなので、割と簡単ですね。そのお札というのが、こちらの万志堂の花間橋、そして絶草街、打竜壁、こちらに3つあります。最後の4つ目は1つステージを進めて、こちら4章のラストボスがいる金公園というワープポイントのすぐ近くです。ここで注意なのが、4章のラストボスと接敵する前、バトルの勝ち負けに関係なく一度でもバトルを始めると取れなくなるようです。はい、それではお札の場所解説していきます。花場橋からスタートです。飛んできましたら、祠を向いて左まっすぐに進んでいきましょう。こちら分かれ道は右の方向ですね。はい、そしたら右の壁伝いに右に進んでいきましょう。ここを飛び降ります。もう一段降ります。目の前の階段を進んでいきましょう。はい、左沿いに階段を登っていきます。大きな木が見えてきましたら、これを越して右に進んで、また階段を登っていきましょう。また右ですね。橋を渡っていきます。はい、そうしましたら、迂回しながらまっすぐ行くと、こちらに一つ目の封印があります。二つ目は絶草街のすぐ近くにあります。ここどうやって来るのかっていうと、まあ普通に順路なんで、みんな来れると思います。で、順路を逆戻りしてすぐこちらですね。ここで誰しもが親と気づくようなポイントになっています。ここが二つ目ですね。続いて三つ目は打竜壁です。ここの行き方は絶草街から紹介していきます。はい、絶草街に飛んできましたら、左のこちら順路に進んでいってください。ここでボス戦がありますね。そしたらここを降ります。右に迂回して下に降りていきましょう。はい、こちらの分かれ道ですね。順路は右なんですが、ここを左に行きましょう。降ります。そしてこちらの長い橋が目印です。ここを越えていったらたどり着くことができます。はい、ここが厄介なんですが、敵を倒すか気功術で通り抜けちゃってください。はい、通り抜けていきましょう。ちょっとぐるっと左に迂回していきます。はい、こちらが打竜壁のワープポイントです。ここのワープポイントを向いて、こちらの方角に進んでいくんですが、後で解説するあっちの方にね、隠しの竜ボスがいるので、この後のタイムスタンプもぜひご覧ください。あいつめちゃくちゃ強いんで、倒し方解説してます。それでは進んでいきます。右の方角に進んでいきましょう。こちらですね。登っていく感じです。はい、こちらが3つ目の封印です。最後4つ目の封印札、金公園に飛んできてください。飛んできましたら、祠を向いて右に行くとラストボス戦が始まってしまいますので、そのまんままっすぐ正面方向に進んでいきます。
はい、こちらですね。僕はもうないんですが、ここに封印の札があるので、確か近づくかインタラクトするとバトルが始まります。で、ボス戦なんですけど、途中で勝手に終わるのでご安心ください。で、これが終わったら、ここですね。ここに最大体力アップのアイテムが落ちてますので、忘れずにゲットしてみてください。隠し武器、飛竜砲城のゲット。そしてこの武器をゲットするためのボスの倒し方やってみたいと思います。前回の動画でもご紹介してきた、こちら飛竜の鱗というキーアイテムを使って、滝の裏にいるボスを1匹2匹と倒してきたはずです。そして第3章で3匹目の竜のボス。それで今回第4章が最後です。4匹目の竜のボスを倒す。そしたらゲットですね。で、今回ご紹介する4匹目の竜のボスがめちゃくちゃ強いので、この後しっかり倒し方も解説していきます。まず飛竜砲城の解説です。攻撃力が108ととんでもない数字になっていて、律魂の技の威力が全て上昇します。3段階もしくは4段階の蓄力のゲージがある状態で律魂を繰り出すと天竜を呼び出して雷を落とす。これをちょっと見てみたいと思います。はい、3段階溜まったらこれを放つとこんな感じで竜が出現して雷ダメージを与えることができます。こちらの竜のボスはとても簡単です。あそこの打竜壁というところからすぐのこちらに来るともうここにね竜がいてボス戦がスタートするんですが、こいつねマジで強いんですよ。普通に僕も結構強化してるんですけど、敵が硬くてで敵のダメージがめちゃくちゃでかいんですね。しかも敵の攻撃も結構激しいのでパターンを覚えて避けないと勝つことができないんですが、前回の動画たちと同じく攻撃パターンをまず目で見て慣れてもらってから解説していくのと、今回は2つ目のパターンを見つけまして、こちらはアクションが苦手な方でも勝つことができる戦法となっています。ぜひ参考にしてみてください。まず最初に言えるのは、ここをクリアする鍵が混合術だったということです。まず2種類の攻撃パターンを紹介する前におすすめの先制攻撃紹介しておきます。まずここの砂利の上に乗ってください。ここが戦闘が始まってしまうギリギリラインなんですね。ここで前回動画で紹介した NPC からもらえる著白装という槍を装備していてリーチ長めなんですが、ここでシコンスタイルで3つまで貯めるとギリギリこんな感じで攻撃が届くようになってますので、あとは低心術とか攻撃したりお坊さん呼んである程度最初からダメージを与えていきましょう。これ便利っすよね。それでは攻撃パターンを解説していきます。全部で4つぐらいあるんですが、2つ目に紹介する攻略法の簡単な方でもね、近づいてしまった場合は避ける必要があるので、あらかた覚えてみてください。月の後、ブンブンで3段目振り回していきます。この3回目の振り回しのエフェクト自体には攻撃判定がないので避けやすいと思います。そしてこちらは先ほどの HP が減ったバージョンの攻撃モーションです。3段目の振り回しの後に分身っぽくなってポンポンと攻撃してきます。3段目の振り回しの時に中に入ってしまえば観察しやすいかなといった感じになっています。避けてみてください。2つ目の攻撃モーションです。ブンブンと横払いの後範囲攻撃をしてきます。これよくやってきますね。基本的にこいつは3回までの攻撃が多いっぽいっすね。これが HP が減った時の複合技になってきます。ブンとやった後にタターンタターン、その後もう1回3回やってきますね。 3×3 っていう感じなんで、ここまで覚える必要はないんですが、とりあえず何してくるか見てみましょう。3つ目の攻撃パターンです。これもよくやってきますね。ここ3段目がちょっと早めに出てくるのがコツといったところでしょうか。振りかぶってブンブンの後、ここが早いですね。気をつけて避けてみてください。その後は空中に行ってゆっくり攻撃してくるだけなので大丈夫だと思います。飛び上がった後が攻撃チャンスです。こちらは HP が減った時のモーションです。同じように避けて空中に攻撃してきて終わったと思ったら、ここでもう一回やってきたんですよね。びっくりしました。ここもね覚える必要はないんですが、一応 HP が減ってきたら構えておきましょう。これが4つ目の攻撃パターン。ちょっとねいろいろ覚えることが多いと思いますが、ここまでで一応最後です。後ろ突きの後に最大4段まで攻撃してきます。ブン
分の後範囲攻撃をやってくるのでお気をつけください。これ後半になると色々複合してくるんですが、ここですね、この範囲攻撃めちゃくちゃでかいので気をつけて避けてみてください。これが HP が減った時のモーションになっています。後ろ突きから通常ここで終わりかと思いきや、2つ目に紹介した攻撃モーションを追加してきます。そしてさらに HP が減ると、攻撃モーション2の時の HP が減った時の攻撃まで全部で 3×3×3 までやってくるので、まあお願いローリングでもいいので、とりあえず敵から距離を取っていきましょう。はい、ここまで覚えることができたらあとは簡単です。動画のように突っ込んでくる攻撃を混合術で弾いてみてください。一章で戦ったヘビの敵と同じですね。突進攻撃を誘発することができれば、これ安全な攻撃パターンになります。はい、タイミングがちょっと難しいんですが、混合術慣れてみてください。そしてここ重要なんですが、弾いた後に後ろ突き攻撃をしてきてますよね。はい、これに捕まると特殊攻撃されてしまうので、弾いた後は敵の攻撃を見て前にローリングすると確実に避けれます。そして2回に1回ぐらいの感じで弾いた後に何もしない状態が生まれます。これは弾いた後はつかみ攻撃みたいなやつをやってくるか、このように何もしないどちらかだけなので非常に判定がしやすいと思います。ちなみに弾かなかった場合はこういう感じになります。突進からの横払い、そしてまた突進してきて最後にちょっとディレイでブルンと、着地してくるので、その後が攻撃チャンスなんですが、正直めんどくさいので弾いちゃった方が楽ですね。ちなみに4段目の上からの攻撃は1回目の回転はしかとしてここが避けるポイントです。また HP が減ってくると最終段の着地の後にブンブンと攻撃してくるんですが、ここもねぶっちゃけ覚える必要はないです。弾いちゃってください。はい、ここが一番重要なポイントになってきます。この攻撃ありますよね。実は1段目に弾くと、この後ね、本当は避けてしまったら超めんどくさい攻撃に移るんですが、1段目のみですね。2段目はダメなんですけど、1段目を弾いた場合は終了させることができるんですね。これはこの後紹介する簡単モードでも必ずこれはやってください。1段目は弾く。一応弾くのがミスった時用に載せておきますね。全部で4回、5回ぐらいかな。結構な攻撃してくるんですが、槍をこの後ですね、ここ、右手で構えた時のみ早いですね。4段目だと思います。4段目だけちょっと微妙に早いのでお気をつけください。それでは攻撃パターンを4で倒した時の動画を置いておきます。この後ね、おすすめのアクションが苦手な方用の簡単な攻略法も紹介するので、ここは見なくても大丈夫です。普通に成功法で倒したい方のみご覧ください。
はい、それでは隠し竜の倒し方2つ目やってみたいと思います。こちらはアクションが苦手な方用の戦法になっています。もうね、お気づきの方もいると思いますが、こんな感じで離れて敵の突進攻撃に合わせて混合術をぶちかます。たったこれだけですね。敵から距離を取ると高確率でこの突進攻撃しかしてこないので、かなり好都合なんですよね。で、混合術を多用するので、最初の方で解説しました第2章でもらえるアクセサリーみたいなのありますよね。あれで混合術の強化を選び、なおかつ混合術自身のスキルのレベルを上げていけば無限に混合術使えるようになりますので、かなりおすすめです。ここで要注意なのが、敵を弾いた後に2分の1ぐらいの確率でこんな感じで後ろ突きしてくるんですね。これに捕まると特殊派生攻撃を食らってしまいますので、よく敵の動きを見ながら攻撃してみてください。はい、後ろ突きしてこないパターンもこんな感じであります。で、距離を取ると突進攻撃をしてくるってお話ししたんですが、結構ね、何もしてこない時が多いんですよね。そんな時はシコンスタイルでチャージもこんな感じで間に合うと思いますんで、隙を見て狙ってみてください。 DPS というか討伐時間が結構変わってきますのでおすすめです。そしてあと気をつけるべきはもうこれだけです。力を貯めて突進してきた最初の初段だけパリーを必ず狙ってください。この後に突進した後に何回も攻撃してくるんですが、1段目のみパリーするとその行動を速攻終わらせることができます。2段目3段目をパリーしてもダメです。1段目だけパリーすればめちゃくちゃ簡単に終わらせることができるんで、アクション苦手な方はここだけでもマジで練習してみてください。めっちゃ難易度下がります。はい、ということで隠し竜の倒し方2パターン解説してきましたが、2つ目のパターンは結構簡単でしたよね。距離を取るだけで敵は突進攻撃ばっかりしてくるので、混合術の練習にもなりますし、今後のボスでもこういった戦法が使えるかもしれないので、また強敵に出会って見つけたら研究してみたいと思います。こいつを倒せば攻撃力のバカ高い武器ゲットできますので、収集要素にもなってますから、頑張って皆さん倒してみてください。はい、それでは隠しエリアの解説やっていきたいと思います。隠しエリアには全部で3体のボスがいるので、それぞれのボスを倒すとこれらのアイテムをゲットすることができます。特にね、ボス専用のアイテムの刺繍針は第4章のラストボスに使えるんですけど、第4章のラストボスもめちゃくちゃ強いんで、てかちょっとずるいんで、ぜひね、この専用アイテムはゲットしていただきたい。ただ一番最後に書いてある経験値 10% アップの装備は普通に道に落ちてるので、これはね、重要なので忘れずにゲットしておいてください。まず甲虫の毒敵甲って何ぞやっていうとこちらになっています。防御力72、読食耐性が7で、これは何のシリーズかというと、皆さんもお手元にあると思うんですが、こちら甲虫の編み笠、だいぶ前にゲットしましたよね。弾薬を使用すると混成をゲット、すべての弾薬の効果時間が延長される、こちらのシリーズのようやっと足りてなかった部分なんですね。足とか手はあったんですけど、なぜかね、胴体の部分
なかったですよね。それがこちらになります。ようやっとこれで4セット効果目が発動できるので、弾薬をね、結構使っていく、バフをかけていくっていう人はね、これ結構いいと思います。2つ目がこちら、彩玉コロ。こちらはね、酒を飲む速度が大幅に上昇するってやつで、はい、実際に飲んでみるとこんな感じですね。はい、終わりました。はい、また飲みます。はい、終わりました。これ見た感じだとそんなに速くないと思うかもしれないんですけど、体感で使ってみるとわかります。結構速いです。いや、これは結構便利かなと思いましたね。3つ目が、これ、偶評って読むんですけど、毒の気持ち悪いやつに変化できるってやつですね。はい、それがこんな感じのやつですね。気持ち悪いですね。普通の弱攻撃がこんな感じです。この時、毒エンチャントがついています。で、三角を押すと長押しもできるんですけど、こんな感じで自分の HP を犠牲にして、寄生虫を剣にエンチャントします。この状態で敵に殴ると、最大4回まで寄生虫を植え付けることができて、その後に R2 と四角で、起爆させます。起爆したら虫が自分の中に戻ってきて HP 回復といったループができるわけですね。ちなみに敵にこうやって寄生虫を植え付けた後に R2 と四角ではなく R2 と丸を押すと自分が爆散しつつ敵に植え付けた寄生虫も爆散させることができます。ぜひね、面白いのでこれもゲットしていただきたい。4つ目が黒金シリーズの頭を作ることのできる素材をゲットです。5個目が先天混合って言うんですけど、これ武器の素材なんですが、今のところ何に使うのかまだ不明なので、とりあえずちょっとやばそうなので取っといた方がいいと思います。この先の第5章とか6章とかそこら辺で使う素材なんすかね。続いてこれ戦録と言いまして、倒した敵から得られる集権って読むんですかね。集権が微増する、つまり経験値が上がるんですね。どのくらい上がるのか検証した結果 10% も上がるので、一番最初に紹介した最高効率の経験値稼ぎと合わせて使えばびっくりするぐらい経験値が上がっていきますので、これはマジで重要です。ぜひゲットしておいてください。そして最後、めちゃくちゃ重要なこちら刺繍針ですね。一定時間敵を追跡してダメージを与えてくれる便利な装備なんですが、第4章のラストボスに使うと低風樹みたいなのと似たような感じで敵の強強モードを解除することができるんで、これはねマジでマストでゲットしていただきたい。隠しエリアの生き方解説していきます。まず万死堂の彩玉池というところでボスを1回倒します。その後ラストボスの手前金公園というところに行って、ここをちょっと逆戻りするような形でもう一度先ほどのボスを倒します。そうするとこちらの隠しステージ非紫雲山というところが解放されるので、ぜひやってみてください。結構簡単です。それでは彩玉池からスタートします。祠を向いて右側に進んでいきましょう。レベル上げの場所ですね。ここの奥にボスがいます。はい、ここですね。先ほどの毒種レアドロップの装備を落とす敵ですね。あいつ途中で逃げましたよね。そいつの先を追っていくことになります。はい、それではこちらラストボス前の金公園まで来てください。それでは祠を背にして順路を逆戻りしていきましょう。はい、ここが分かれ道ですね。左に行くと隠しエリアに繋がるんですが、実はこれ、こちらに行くとサムネにもあった通り、めちゃくちゃ重要な種が落ちてるんですね。ちょっとここだけ間ですが、説明させていただきます。この辺りにまたこういうキノコ、モブがいるって前回の動画でも話したことあるんですが、ここではなくて、この辺りかな。この辺りのキノコを引っこ抜くと、モブのボスが出てくるんですね。しっかりとした HP バーが表示されるような中モブが出てきます。で、その種というのが、こちら、流行倍力丸という攻撃力及び会心率、会心攻撃の威力を大きく上昇させる。しかも、やや長時間という、この激強なバフアイテムの素材となる種をゲットすることができるんですね。NPC 全員集合のエリアの竜の仙人に種を渡すと栽培してくれますので、これはもう速攻第4章のラストボスでも使えますし、今後この先進めていってね、
ね、または2周目、3周目とかでもこれ必要になると思いますんで、ぜひここでゲットしてみてください。めちゃくちゃ重要です。はい、それでは隠しエリアの解説に戻ります。来た道を戻っていきましょう。ここがさっきの分かれ道でしたね。こっちに行ったので、次はこちらに進んでいきます。はい、このような開けた場所にたどり着きましたら、ここでボス戦が起きるので倒しましょう。そんなに強くはないです。そして奥は探索ポイントになっているので行ってもらいたいんですが、こちらの方ですね。はい、こちらです。この壁が見えますでしょうか。まあ、ムービーが入って勝手に行くのでね、わかると思うんですが、こちらで隠しエリアに行くことができます。こんな感じの見た目の場所になっていると思います。ずいずいっと進むとワープポイントがあるので、そこまでたどり着きましょう。はい、ずっと進んでいくと、こちら戦火谷というところにたどり着くと思います。ここですね。で、ここからがちょっと重要な説明なんですが、この隠しエリアには3体ボスがいると言いましたが、1つはこの隠しエリアの中の最終ボスなんですね。で、そいつと戦ってしまうと、他の2匹のボスのフラグが折れてしまいますので、動画の通りの順番でボスを倒して回ってください。それではまず1匹目のボス行きたいと思います。こちらの祠を背にして普通にまっすぐ橋を渡って右に曲がってください。ゆるりと左に旋回していって目の前の門をくぐっていきましょう。はい、ここに祠があります。こちらがなんとか選挙というワープポイントになっています。この先で1匹目、サソリっぽいでっかい虫のボスがいるんですね。飲んだくれなんですけど、あの上にいると思います。で、普通にしてたら戦闘は始まらないので、この辺りにある、これですね、壺。こんな感じで壊すとバトルスタートになります。ただこいつめちゃくちゃ強いんでお気をつけください。もし勝てない場合はここまでに紹介したレベル上げや前回の動画たちで紹介している霊竜内探の周回をやってみてください。ちなみにここに宝箱があるのでお忘れなく。はい、ボスを倒しましたら戻りましょう。先ほどの祠の方の道に戻っていきます。はい、門を出ましょう。出たら右方向に進んでいきます。はい、奥に敵が見えますかね。こいつですね。はい、こいつのすぐ奥、ここですね。ここに経験値 10% アップの装備が落ちてるのでゲットしてみてください。そしたらそのまんま向いている方向に進んでいきます。で、ここ右ですね。はい、そうすると祠があります。ここが落下賞というワープポイントです。ここにたどり着きましたらまっすぐこの岩と岩の間を進んでいきましょう。はい、このような場所にたどり着いたら、ここにね、NPC がいると思います。まあ、こいつと戦う羽目になるんですが、こいつと戦うためには、ここら辺にいるモブ敵を倒して、キーアイテムをゲットする必要があります。なので、一通り会話が終わったら、こちらに進んでいきましょう。ちょっと奥のところにいる白い顔をした敵が目印ですね。はい、どんどん進んでいきましょう。はい、この辺りですね。
はい、こいつですね。僕はこいつからドロップしました。このタイプの敵でおそらくランダムドロップだと思いますので、出なかったらマラソンしてみてください。キーアイテムをゲットしましたら、ここに戻ってきて、こいつに話しかけると戦うことができます。で、こいつを倒してゲットできるのが、この偶標という変化になっています。はい、続いて倒すことができましたら、こちらの方角に進んでいきましょう。このエリアの最後のボスを倒しに行きます。この順番で行くことができれば、全ての敵を倒すことができますんで、かなりいいですよね。ここの道通りづらいんですけど、こっちの方から来ることができましたね。こっちから来てもいいですね。そのまんままっすぐ進んでいきましょう。はい、どんどん越えていきます。越えるとすぐこちらがワープポイントになっています。ここの階段を登っていけばボスにたどり着きますので、頑張って倒してみてください。強いっちゃ強いんですけど、そこまで苦戦する相手ではないかなと思いますので、頑張って攻略してみてください。はい、それでは第4章のラストボスの攻略やってみたいと思います。こいつ強いですよね。てかずるいですよね。こっちの攻撃がね、全然なんか当たらないんですよね。前足の2本とか横に回り込まないと倒せないので、なかなかね攻撃パターンも多彩ですし、結構苦戦してる人多いんじゃないかなと思いますが、今回はある程度の、全てではないんですけど、ある程度避けてほしい攻撃パターンをおさらいしてから、あとは倒し方解説していきたいと思います。最初に言ってしまうんですが、こいつに向かって左回りに動きながらずっと横を取りながら攻撃していると、当たらない攻撃も結構あったりして、でボス専用のアイテムを使ったり HP がもっと減ってくると第3段階みたいになってきますので、そこはもうタイミングゲーになってますから、何回も戦って慣れてみてください。それでは攻撃モーションから解説していきます。まず品質の攻撃パターン1ですね。これがかなり基本形になってきます。全部で3段攻撃、普通にブンブンと2回切った後、かなりディレイを効かして、ここで避けてみてください。これを覚えるとかなり楽になります。もう1回見てみましょう。攻撃パターン2ですね。これもよく出てきますね。さっきのと似てるんですが、最後に派生でため攻撃してくるんですね。これはパリーしてみてください。混合術ですね。この後混合術を使用しないとつかみに派生してくる時もあるのでお気をつけください。続いて遠距離技見ていきましょう。ちょっと溜めた後にディレイをかけて、いやらしいですね。こんな感じで吹っ飛んでくるので、これ左回りしてるとあんまり当たらないんですね。遠距離技2つ目、こういう感じで手をクロスして溜めたらいっぱい飛んできます。最初びっくりして食らっちゃってるんですが、こんな感じでいなすことができるんで、コントローラーだと L2 ボタンですかね。これをやることによって混成ゲージも貯めることができるんで、逆にチャンスかなと思います。遠距離技3つ目、これが最後ですね。他にもやってくると思いますが、あんまり覚えなくていいですね。こんな感じで動画の通りに3段攻撃になっているので、最後だけディレイに気をつけて避けてみてください。はい、それでは姿を隠すやつ2パターン紹介していきます。こんな感じで普通に潜ったら雷を注意してください。ここですね。一番大きな雷が出てきたら回避ボタンを押してください。ちょうど合うと思います。ちょっと早めに入力するのがコツですかね。あと敵が潜った地点をずっと見続けてください。雷が見えなくなってしまうのでずっと見ててくださいね。もう一つは剣をブンと投げてから潜るやつですね。この後1回顔を出してからどこからか剣が飛び出してくるので、それを探しましょう。で見つけたらそれを回避してください。はい、こんな感じのイメージですね。そしたらすぐ出てきて周囲を攻撃しだすので、とりあえず近づかずに様子を見ておきましょう。ここまで立ち回ることができたら HP が減ってきて敵が強強モードになろうとします。そうしたらキーアイテムを使ってください。先ほど紹介した隠しエリアでゲットした刺繍針ですね。これを使うことによってすぐ敵の強強モードを終了させることができます。敵が剣を突き刺したらもう使っちゃって大丈夫です。もっと HP を減らしてムービーが入った後は必ずつかみ攻撃の特殊なやつやってくるので、距離を急いで取ってください。ここからは攻撃パターンがちょっと変わってきます。ブンブンと2回やった後にカメハメハ打ってくるので、これはタイミングゲーですね。
ここが一番の攻撃チャンスになっています。ブンブンと2回攻撃した後に必ず虫の尾っぽで攻撃してくるんですね。その後飛び上がってここですね、腕を振り下ろした瞬間に回避ボタンで必ず回避することができます。これもタイミングなので覚えるしかないですね。この虫の尾っぽの攻撃がかなりディレイなのでお気をつけください。またこれは複合技でいろんなパターンがあるんですが、最終的には腕を振り上げて叩きつけるあの攻撃に派生するので、何度かやれば読めてくると思います。頑張ってみてください。これが攻撃モーション最後になります。前の方で溜めたら特大範囲の爆発攻撃やってくるので、これはもうご自身でタイミングを確かめてみてください。敵が手を離した瞬間に回避を押すと避けれると思います。それではお待たせしました。第4章のラストボスの実戦動画を置いておきます。全部は見る必要はないんですけど、冒頭に紹介したこいつを中心に左回りに旋回しながら戦うといった方法でやっているので、ぜひ参考にしてみてください。ご覧の通り前足よりもっと横に踏み込んだ位置が一番攻撃が当たりますので、ぜひね横に避けてみてください。で、先ほどの攻撃のように近づくと確定でぐるんと回って攻撃してくると思いますので、それにも慣れるともっと簡単に倒すことができると思います。はい、今見えましたかね。ぐるんと攻撃するやつが横にいると結構な頻度でやってくるので、あれに当たってしまうとめんどくさいので覚えてみてください。ただ余裕で勝ってるっていう動画ではないので、なんか馬プレイとかそういうのを期待して見られる方はちょっとすいませんって感じですね。普通に左旋回して戦ってたら勝ったよっていう動画なんで、ぜひ参考にしてみてください。
はい、ということでいかがだったでしょうか。経験値爆稼ぎ方法と第4章のおすすめ攻略9選でしたが、いや、こいつね、結構レアな変化なんですが、もしかしたらね、フラグ折れてない可能性もありますので、ぜひトライしてみてください。今後も黒神話悟空に詰まってる方のサポートになるような動画、どんどん出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、としきでした。さようなら、バイバーイ。